アンモサ製作所です。今回は、バンダイから発売されている、マスターグレードの100分の1、ガンダムマーク2、ティターンズバージョンを、ピッカピカにキャンディー塗装していきます。あと、目であるメインカメラとツインカメラを、LED を取り付けて光るようにしました。ぜひ、最後まで見ていってください。はい、MG のガンダムマーク2、ティターンズバージョンです。箱の横には、稼働ギミックの説明などが載ってます。反対側は、同じく稼働の説明や、付属の武器について記載されてます。では、中身を確認していきましょう。結構、厚みのある箱ですので、たくさん入ってそうです。MG でサイズが100分の1になり、各パーツの大きさが大きいからでしょうね。最後に、組み立て解説書です。重ねると全部でこれくらいになります。では、作っていきましょう。まずは、パッケージからすべてのランナーを取り出します。初めての、マスターグレードということで、ちょっと身構えていましたが、内容物はでっかい RG って印象です。全部、並べるとこれくらいです。多すぎず、少なすぎずって感じですかね。では、次の工程に移ります。ここでは、すべてのパーツを切り出してケースに入れます。組み立て時にわかるように、テープでランナーの記号を貼り付けてます。あとは、ひたすらパーツ切り出し。長くなるので割愛。パーツ切り出し&素組み中。はい、素組みまで終わりました。MG なので結構、大きいです。ちなみに144分の1の HG と、どれくらい大きさが違うかというと、これくらい違います。設定上は50センチ、マーク2の方が大きいようですが、それを考慮しても大きすぎない？まあ、大きいことはいいことだということで、次に行きます。次に、各部の可動なんですが、よく動きます。膝曲げでは、外部走行が関節の動きに合わせて、ポーズによって印象が変わるかもしれないです。ガンダムマーク2は、各関節のムーバルフレームがよく見えるので、今回は、フレームもしっかり塗り分けしようと思います。では、次に合わせ目確認です。本体の合わせ目ですが、ヘッドパーツに盛大にあります。肩もちょっとあるんですが、ここは無視。あとは、バックパックぐらいです。他は、段落ちモールドになってるので大丈夫です。残りの武器関係ですが、ほとんど全てがモナコ構造なので、結構、合わせ目消しをする必要がありそうです。そんなに複雑な形状のところはなさそうなので、よかったです。では、合わせ目消しのために、後はめ加工をしていきます。まずは、頭につける、バルカンポットから。ここは、片側にアンテナがついているので、これを加工します。加工といっても、アンテナパーツのダボを一部切り取るだけです。あとは、微調整して、パチンと取り付けれるようにします。これで OK。次はビームライフルです。ビームライフルは、この方針部分がしっかりはまってます。ここは組み付け時に、水性セメダインで接着する前提で、ダボを切り落としました。
次にグリップの部分ですが、ここも同様に接着する前提でカットしました。最後に、組み付けできるかチェックです。方針は OK。グリップの方は、カットが足りないようで、入りません。改めて後ろの方を、入るようにカット。これだけカットしたらさすがに入るでしょう。スコープ部分のパーツも、ダボを一部カットして、後はめできるようにしました。これでビームライフルは OK。次にバズーカーですが、前方のグリップを後はめ加工します。ここは同色なので、ちょっと動かして塗装すればいいんですが、簡単なので、処理しておきました。方針は、しっかり挟まれていたので諦めて、マスキングして塗装することにしました。最後に、ヘッドパーツを後はめ加工していきます。ここは、このパーツがポリキャップを固定する役割もあって悩みました。考えた結果、後頭部側のダボ穴とポリキャップ固定部を切り離し、赤いパーツと一体化させる作戦でいきます。まずは、エッチングソーでダボ穴付近を切り取ります。このヘッドパーツは、空間がなかなか狭くて、エッチングソーを広く動かせなく苦戦。とはいえ MG ということで、エッチングソーが入っただけでも助かります。なんとか切り離しできました。反対側も同様に切り離し、反対側は、若干スペースが広がったので作業しやすかったです。それでは切り離したパーツと、赤いパーツを一体化させます。まずは、切り離したパーツでポリキャップを挟み込みます。あとは位置合わせして、瞬間接着剤で接着。補強の意味で、ダボ穴付近にも瞬間接着剤を流し込み、一旦、このパーツの加工は終了です。次に後頭部部分のパーツの加工をします。ここでは、今のままでは後はめ時に位置合わせが難しいので、位置合わせできるように加工します。作戦は、ダボ穴に2ミリのプラ棒を刺してストッパーにします。元のダボ穴を2ミリのドリルで、穴を拡張。そこに2ミリのプラ棒を刺して短くカットしました。こんな感じです。次に後はめするパーツですが、こちらも元のダボ穴を 2.3 ミリのドリルで穴を拡張。同じサイズだと入りにくいので大きめにしてます。次にダボ穴の上部をニッパーでカット。このカットした位置から、後頭部側にあるプラ棒を通して位置合わせします。こんな感じでプラ棒が、スムーズに入るように加工しました。加工が終わったので、試しにはめてみます。ちゃんとはまってよかった。最後に、組み立て状態で再確認。はい、なんとか入りました。位置も良さそう。これで後はめ加工は終了です。後はめ加工後、普段ならそのまま表面処理するのですが、このガンダムマーク2は、フレームのチラ見えもあるので、見栄え確認で先にフレームを塗装しました。今回のフレーム塗装は、多いところで4色で塗装しました。4色はダークメタリック、ジュラルミン、ゴールド、シルバーになります。塗料の詳細は、概要欄を参照してください。まず、ダークブラックを全体に塗装した後、ダークブラックを残すところをマスキングします。マスキングの大きい箇所は、大まかにマスキングテープを貼って、薄めたマスキングゾルで、曲線などの部分をマスキングしました。
細かいパーツの、細かい塗り分け部分に関しては、薄めたマスキングゾルだけでマスキング。細かく切ったマスキングテープの方が、綺麗かもしれませんが、アンモサは、不器用で倍以上の時間を要するので、最近はこの方法ばかりです。マスキング後、ジュラルミンを塗装しました。乾燥後、マスキング箇所を剥がします。歯ブラシのブラッシングで、マスキングゾルを除去。次にゴールド色を、筆で塗装。アクセントとして、小さい箇所の塗装だったので筆で塗ってます。このくらいのサイズだと、筆塗装でもあまりわからないかと思ってます。最後に、シルバーを塗装するところ以外をマスキング。手順は、今までの方法と同じで、大まかにマスキングテープでマスキングした後、マスキングゾルで細かいところを、マスキングしていきました。この場所は太もも付近で、一番塗り分けましたが、足曲げた時にちょっとしか見えないんですよね。塗装が終わり、最後のマスキング剥がしです。カメラ越しだと、ダークメタリックとジュラルミンの差がわかりにくいですが、いい感じです。はい、フレームの塗装が終わったので、足のフレームを組み立ててみました。一応、4色で塗装したんですが、違いわかりますか？もうちょっと明暗を出せればと思いつつも、満足してます。フレームの塗装が終わって、外装パーツの表面処理中。このキットですが、100分の1で各パーツが大きいです。そのためだと思いますが、引けが結構あります。アンモサ刃平面の引け取りは、だいたいスクレーバーで削って、最後にスポンジやすりで面を整えるようにしてます。すべてスポンジやすりで処理すると、エッジも丸くしちゃうんですよね。いい方法知ってる視聴者さんがいましたら、コメントで教えてくれると嬉しいです。こんな感じまで削れたら、引け取りは終了です。まだまだ、表面処理は試行錯誤です。引き続き表面処理中。一通り、表面処理が終わったので塗装していきます。まず、濃いブルーのところですが GX ダークブルーをベースにしました。あと、今回は初めて黒サフを使ってみました。ブラック塗装が1回減るので楽ですね。これからも使っていこうと思います。こんな感じにたっぷり塗ってます。ベースカラー塗装後は、クリアブラックで暗くしていきます。塗装も繰り返しで長くなるので割愛。使用と用は概要欄に記載しておきます。はい、すべての塗装が終わりました。一つ一つのパーツが大きいので、それほど多くないです。あとはめ加工を諦めた、バズーカーですが結局切断して、あとはめをできるようにしました。ここまで来ると、もう意地みたいなものです。作業が前後しますが、塗装の乾燥時間の合間に、目の部分の LED 化をしてみました。部品は大昔に購入して使っていない、基板用のグリーン LED。これをつけてみたいと思います。まずは、目の後ろの部分にアルミテープを貼りました。LED を光らせない時でも、外側からの光を反射して光ってるように見せるためです。サイズ合わせは、現物合わせのアンモサ品質です。念のため、メインカメラの後ろの部分にも貼っておきます。反射して光ることを願うばかりです。ダメなら直接、反射テープを貼るつもりです。次に LED 取り付け位置の加工です。ここには補強のためと思われるリブがあるので、削り取ります。平面にしたところに光効果ジェルを塗って、LED を取り付けます。
こんな感じに乗せます。手ではなかなかうまくいかず、ピンセットで押さえながらでトライ。取り付けたものを組み立てるとこんな感じ。なんとか形になってよかった。LED の設置が終わり、デカール貼り&組み立て中。はい、大まかな組み立てまで終了しました。付属の、擦るタイプのデカールに苦戦しつつもなんとかです。では、最後の組み立てです。今回は、このチラ見えのフレームのために、フレーム塗装を頑張ったんですが、違和感がない感じでよかったです。今回は初めてのマスターグレードでしたが、このガンダムマーク2は、非常に作りやすかったです。合わせ目もほとんどないですし、フレームと外装が分離されているので、塗装もやりやすかったです。あとパーツもそんなに多くない気がします。そういえば、今年になってから大勢の視聴者さんに、コメントやチャンネル登録していただきました。本当にありがとうございます。あんまり意識しないようにはしてるんですが、やっぱり増えるとやる気が出てきます。動画配信頻度が低いですが、これからもよろしくお願いします。はい、完成。このワイヤーは、普段ボディに押し込んで見えないようにしようと思います。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからも色々作っていくので、また見に来てくださいね。それでは、さようなら。あ、そういえば LED の点灯状態を出せてませんでした。メインカメラも光ってるので成功です。では、また次回お会いしましょう。